こんばんは。はるです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、今回ですね、トレイルブレイザーズ、チーム1、チーム2だったりとかを主に含めてティアリストを更新しました。じゃあ、それでは早速紹介をしていきます。こちらがディフェンダーのティアリスト、最新版のティアリストになってます。特に D はですね、あまり変わってはないです。前回とは特に変わりなしですね。あまり使われてない選手たちかなというふうにも思いますし、そこまで強さはないということになってます。で、そして C ですね。C はですね、追加した選手でいくとトレイルブレイザーズのワーグナーですかね。MLS、アメリカのリーグに所属している選手になります。で、この選手はですね、基本的にスピードがね、速いっていうのは、十分いいんですけれども、ただ、ちょっとリアクションが低かったり、冷静さが低かったり、あとは視野とかもね、低かったりとかするので、ちょっと大事な、能力っていうのがあまり足りない、そんな選手になりますね。スピードがあるだけに他の能力が良ければという、そんな選手で、個人的には C だなという風に感じます。で、そして B ですね。B もですね、特に変わりは、ないですね。下げた選手もいないですし、追加した選手もいないということになってます。で、そして A ですね。A はですね、新しく追加した選手、トレイルブレイザーズのカンセロだったり、あとはロバートソンだったり、そしてディロレンツォ、あとはダニーロ、ダンテ、特に前回からはこの辺りの選手たちを追加、しました。あとはサリバを、少し S から下げたかなというふうに思います。で、カンセロに関してはですね、基本的にはやっぱり強い、選手になります。十分使える選手で、攻撃的な、サイドバックになっていて、テクニカルのね、プラスがついたことによって、十分運べる力っていうのも、より、増したんで、中盤起用っていうのも個人的にはいいかなと。いうふうに思います。スキル逆足もね、4-4ですし、ある程度守備もしながら、攻撃にアクセントを加えられるという、そんな選手になりますね。で、あとはロバートソンですね。ロバートソンはですね、正直プレミアの中ではトップクラスの LB だと、思ってます。一番強いかもしれないですね。誰か忘れてなければ。それぐらい、本当に1、2を争うぐらいのプレミア最強の LB だと思います。逆足が2っていうところだけですね。他はマジで完璧に近い選手ですね。ラピッドのプラスが、ついたことによって、自分で運ぶ力っていうのも、手に入れましたし、速さという風な部分では、十分、ある選手になります。で、容赦なしのね、プレイスタイルもちょっとついてるので、非常にこの人は素晴らしい選手だなと思いますね。ウイングバックでもしかしたら使うのが一番いいのかもしれないですね、サイドバックより。なんで、クロスとかを上げる方だったりとかは、クロス精度もこの人はいいので、ただ本当に逆足、右足で蹴った時の、やっぱ精度が落ちるっていうところでは、やっぱ逆足2っていうのは、厳しいので、もうただ唯一そこだけ。もし今後ロバートソンのその逆足が上がれば、何かの特殊カードで、もう本当に結構完璧な選手になるかなと思います。で、あとはディロレンツォですかね、ディロレンツォ。この選手もですね、非常に素晴らしいサイドバックで、セリエの中ではトップクラスの選手だと、思います。スピードがあってですね、リアクションがね、高いっていうのも素晴らしいなと思います。視野の部分だったりとか、冷静さの部分だったりとかは、ちょっと、もう少し改善が欲しいところではあるんですけれども、守備もしながら、ある程度フィジカルもありますし、結構能力以上に取り切ってくれる選手にはなるので、結構ありかなというふうに思います。で、あとはですね、ダニーロですかね、ダニーロ。ダニーロめちゃくちゃ値段安いんですけど、個人的には十分戦えるという、そんな選手に、なります。インターセプトのね、プラスっていうのをトレイルブレザーでつきましたし、あとは予測だったりとか、エアリアルだったりとかもついてるので、個人的にはいいなと思います。ただ予測がプラスではないんで、
まあその中でちょっとこう取りきれない部分っていうのはたまにはあるかなというふうに感じますね。まあスピードもありますし、単純にリアクション冷静さも伴ってるので、まあ個人的にはこう値段以上の価値があって、まあ A ランクには、相当する力っていうのはあります。で、最後にダンテですね。ダンテ。まあ、ダンテもですね、非常に強化をされて、予測のプラスが、つきましたし、一番の大きなアップグレードはやっぱりペースかなと思います。この人、金はね、32ぐらいなんで、ペースが。そこから70になって、もう倍以上に、なったんで、ここのペースが大きく改善されたっていうのはでかいと思います。で、リアクションレスでもね、この人、まあ、伴っていて、まあ、リアクションもちょっと欲しいところではあるんですけど、まあ、ただ、ある程度上がりましたし、フィジカルが強い選手になるので、スピードの部分以外は、結構完璧かなというふうに思います。逆足も4っていうのはいいですね。で、そして S と A の間にいるのがですね、トレイルブレイザーズ、ルーベン・ディアスですね、ルーベン・ディアス。まあ、ルーベンはね、正直 S に入れたかった選手ですね。正直 S の選手以上、もしくはそれと同等クラスの守備力っていうのはあると思います。フィジカルで負けないし、しっかりと取り切ってくれる力っていうのがあります。ただペースが、もちろん能力の割には気にはならないんですよ。そんなには気にはならない。自分も使いましたけど、まだこう追いついてくれたりとかはね、するんですけど、ただやっぱり相手が速い選手だったりとか、まあスペースがあったり、する中でいくと、どうしても、ちょっと遅いなって思ってしまう、場面は、まあ自分個人あったんで、S の選手たちほどやっぱりスピードの部分っていうのは、遅く、感じてしまうので、能力の割には気にはならないし、思った以上に、意外といけるやんって思う時はあるんですけど、ただやっぱり、状況によっては、追いつかないな、やっぱりもうちょっとペース欲しいなって思う時は、あるので、なんでそこの部分だけですね。それ以外は本当に完璧だったので、より上ということになっていて、ここの立ち位置にしてます。で、そして最後 S ですね。S はですね、追加した選手でいくと TOTW のファンダイク、だったり、あとはトレイルブレイザーズからですね、組んで、マルキーニョスですね。まあ、この3名、ですね。まあ、ダイクに関しては言わずもがなですね、使えばわかる、この取り感。もう明らかに強い選手で、まあもともと金でもね、最強クラスだったのが、そこからまあ能力が上がりですね、90になって、もう最強です。もう最強のセンターバックになります。で、あとはまあ組んでですかね、トレイルブレイザーズ組んで、まあ組んでもですね、非常に強い選手で、まあ値段的には50万もするセンターバックになりますし、まあ、プレイスタイルで、まあ、スライディングのプラスがついたという風なことになってます。で、他にもね、ブルーザーだったり、ジョッキーだったり、はありますね。まあ、予測だったりとかがね、欲しいなという風なところではあるんですけれども、まあ、ただ、やっぱりそのスピードの速さと、まあ、そのしっかり能力もあるので、まあ、取り切ってくれたり、とかはしますね。まあ、リアクションが高いっていうのは一つ、いい部分ですし、あとは、身長が低いんで、取った後もね、しっかりこう、軽く、体勢を整えやすいっていうのが、いいかなっていう風には思います。まあ、結構今作はですね、組んではかなり重宝するセンターバックにはなると思いますね。で、あとはマルキーニョスですね。まあ、この選手も金から強かったんですけれども、まあ、そこから、この特殊カードになって、ペースが80に乗りましたし、予測のプラスがついたっていうのがいいですね。やっぱりこの人も非常にこう取り感っていうのは素晴らしいんですけど、身長がやっぱり大工ほどないんで、それでどうしてもフィジカルでゴリられるっていう時は、まあなくはないんですけど、まあそれはやっぱり予測プラスついたことによって、本当によりこうしっかり取ってくれるように、なりましたね。本当にこうビルドアップも上手い選手になりますし、守備もしっかりしながら、本当にこう何でもできるようなセンターバックとしてはかなり素晴らしいなというふうに思います。まあ十分、強い、トップティアの、選手になります。まあという感じでこちらが最新版のディフェンダー選手のティアリストになります。まあ少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。